皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。夢に何度も同じ場所が出てくることから己のことをドリームルーパーと名付けたさやです。さやも全部大文字でお願いします。急にダサいはいということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、微笑ましい殿の貴重な群れのワンシーン。殿は群れんのよ。かわいいね。これ殿のほら見て、親子の殿だよ。かわいくないですか。なんだ親子の殿って。ということで今回ですねこちら、うわーちょっとおしゃれすぎて言えない。ルイ・ヴィトン。ルイ・ヴィトン。しかもちょっとやばいんですけど、緊急で動画撮ってるんですけどもってやつなんですけど、緊急で動画撮ってるのルート3乗ぐらいですよ今。わかんないな、ルートにしたことによってということで今回やっていく企画はこちら。でどー真島ひろ先生からルイ・ヴィトンの絵の具いただいちゃったのでお絵かきしてみたなんかやばくない？何を言ってるか分かんなくない？なんかさ違う方面でのさ、びっくりワードが2個入ってるじゃん。いや何が言いたいかというとですね、はい、真島ひろ先生、はい、以前ですねこちらのなんと真島先生とねコラボさせていただいたことがちょっと揺らせないあったんですけど、はい、その後ですね撮影からだいぶ経ってから真島先生とお食事行かせていただく機会がありまして、はい、夢のような時間だったんですけども、もうなんかねすごい楽しかったし、すごくいいお話いろいろ聞かせていただいたし、なんかすごい頑張ろうっていう気持ちになったんですけど、なんとその時に真島先生がですね、はい、お部屋に入って来られた時に、はい、なんか持ってるなと思って、いやそうなんかね時は輝く色違いポケモンみたいなね輝きを放つものを持ってらっしゃったんですよ。はい、持ってらっしゃって、はい、それがこれだったんですはい、はい、まばゆく輝いているんですが、はい、皆さんこちら、読めますかね。ルイ・ヴィトンと書いてある。で真島先生お買い物されてきたのかなと思ってたんですけど、夏目さん家にですねちょっとお渡ししたいものがありましてってお話を切り出していただいてって思って何ですかって言って、そのなんかスッとこんなものがいただきましてですね、じゃじゃビトンってなって二人ともなんか声が詰まっちゃって、ってなったんですけど、いやもう初めてルイ・ヴィトンという名前のつくものを触ったよ、私は。本当に、我々本当にハイブランドと縁がないので、はい、先日のこんなグッチの色鉛筆とかはありましたけども、はい、そうですね。なんならあれがハイブランドデビューとか言って騒いでたんですけど、ルイ・ヴィトンデビューをなんと真島先生からのプレゼントでかましました本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらです。で紛れもねルイ・ヴィトンなんでこちらですねなんとルイ・ヴィトンの絵の具だそうです。ありがとうございます。なんでそもそもいただけたかというとですね、はい、本当は真島先生のチャンネルで、そう取り扱おうかなと思ってご購入されていたものだったらしいんですけども、はい、当然真島先生ご多忙、はい、そらねエーデンズゼロをはじめとしたいろんな連載だったり、はい、いろんなお仕事を抱える中、そんな時間もないですよと。夏目さん家だったらそうこれを託してもいいと、すごくなんかありがたいお言葉をいただきまして、飾っていただいてもいいですし、水彩絵の具としてガンガン使っていただいてもいいのでというお許しをいただき、はい、いただいちゃいましたね。本当にありがとうございます。何度も言いますからありがとうございますなんかいろんな感情がバグってびっくりしたんです。そうなんかこの模様見たことある、ルイ・ヴィトン絵の具だってということで早速こちらのルイ・ヴィトン、はい、使ってお絵かきしていこうと思います。真島先生ありがとうございますてなわけでですね早速こちらのルイ・ヴィトンを使ってお絵かきしていきたいなと思うんですが、グッチの時にもやりました、はい、なんでルイ・ヴィトンそもそも高価なのコーナー。ルイ・ヴィトンのことをもっとよく知ろう。そういうことです。ルイ・ヴィトンって、グッチの時もそうでしたけど、はい、そもそもなぜ高級なのかと。高級ブランド、ハイブランドといえばみたいな、もちろん地位を確立しているっていう意味で、なんとなくそれはすごいもんなんだろうなと思ってる人は多いと思うんですけど、いやもうヴィトンなバッグってもうなんか高級品のさ、代名詞みたいなものですからね。ヴィトンってそもそもやっぱり高価なんですけど、こちらの絵の具も大変すごいんです。21万円ちょい。
21万待って、すごいマジ超声荒げたんだけど、ドドドドって声上がっちゃった。いただいていいもんじゃないのよ本当は。やば。まあ、そもそもルイ・ヴィトンっていうのは、はい、創始者のルイ・ヴィトンの名前そのまま取られたブランド名なんですけど、1821年の2月2日に、はい、まあ、スイスと国境を接するフランス東部のアンシェイ村っていうところでね、はい、ルイ・ヴィトンさん生まれたんですが、おめでとうございます、はい、あ、このペースでいく今日の動画2時間ぐらいになるけどでも14歳の時に、まあ、なんやかんやこういろいろね暮らしてたんですよ、平和に。でもテニプリ好きだったんですか、そうそう、いいんだよ、さやと暮らし合わせややこしくなるから年表がルイ・ヴィトン、ルイさんの話だけさせてなんでルイさんの年表の中にさやぴテニプリを出めるといらないのまあ14歳の頃に親との折り合いが悪くて、パリに行くためにね、田舎から都心に出るということで、家出をしてしまったらしいんです。でその道中1年かけていろんな仕事を経験しながら、まあ、旅をして紆余曲折でパリに到着したと。そもそも波乱万丈。でもすごく苦労されて、そうなんですよ、やっと上京したっていう、まあ、上京ですね、そのレイティエ・アンブルールのマレシャル氏の下で見習いとなり働き始めたと。まあ、簡単に言うとですね、荷造り用の木箱製造職人、兼荷造り職人。木箱職人ってなんやねんと思うじゃないですか。フェチの方もいらっしゃる。フェチなんだここの角度がとてもいいね。いやでもそれぐらいやっぱりルイ・ヴィトンは木箱職人としてフランス王室にも認められるほどのレベルに達した人なんですよ。すごい。10年でそこから。まあ、なんでかっていうと、当時フランスでは貴族の間で鋼でこうさ広げたスカートってあるじゃないですか。そうボホンってドレスの形をこう綺麗に保つためのそういうスカートが流行したわけですよ。はい。でも旅行する時貴族たちあれで行くわけにいかんのよ。確かにね、だってあんなのに馬乗れないよ。いやそういうこと。馬とか馬車とか。そうだからこれを収納する専門家が必要になったっていう時代ならではだね。そう、まあ、そうやってね20年ぐらい職人としてやってたんですけど、やっぱねこの時代まで息づくブランドを作った人っていうのはやっぱり先見の目がある方なんですよ。まあ、何かというとですね、ルイ・ヴィトン、1854年についに自分のお店を独立して持つんですよ。木箱ショップと思うじゃん。それが旅行カバンの専門店。それはなぜかというと、時代の先を見ていた。交通機関は馬車が主流だったのが、これからは船とか機関車での移動が増えると読んだと。出てきて初めている時だから。その時代ね、1854年ってそういう時代なんですけど、今まで馬車の後ろにあったトランクっていうのは、雨が降ってきたりして、水がたまんないように流れるようになって丸い形してたんですよ。だけどそれが蓋の丸い形のトランクから室内で運ぶ旅行が増えるから積み上げやすいように四角いトランクを作ろうって。賢っ。それが旅行カバンのトランクだから、それの専門店としてルイ・ヴィトンはアトリエを開いたんです。賢っ。それがもう今のルイ・ヴィトンの走り、一番最初の。頭良すぎてさえ震えてきたんだけど。そうなんだよ。わざとらしく震えなくていいはい。でさらにルイ・ヴィトンが作ったものっていうのは、本当に軽くて丈夫で、しかも話も聞いてくれる。すげえまあそんな機能がついてたかは定かではないんですが、すごい性能が良くて、とにかく使い勝手がいいと。しかもその昔ね、旅もしてさパリまで来てたわけじゃん。そうね。経験もあったりして、旅の途中にどういうことが必要かっていうのも分かってたから、仕切りだったりとかも綺麗にこう旅行カバンとしてもう最適化した専門特化したトランクっていうのを作って、すんごい人気だったんだけど、ここで問題が起きるわけです。コピー商品。もういいものにはつきもの。今もあるじゃん、ルイ・ヴィトンの偽物って。当時もあったらしいです。っていうところで、ルイ・ヴィトン社ではコピーの対処法としてあることを取り入れるわけですよ。でそれをやったのがルイの息子のジョルジュっていう人。そのジョルジュがコピー品が作られないようにダミエっていうデザインを開発したの。ダミエ。皆さんがルイ・ヴィトンでよく見たことのある格子模様わかりますか？チェックみたいな、あれがこの時に出てきた。コピー防止のために。とにかく新しいデザインをどんどん出さないとどんどん作られるから。いやまあ確かにね。じゃあこれを作ろうって言ってその一個としてね作られたダミエっていうのがもう大ヒットしました。ジュージューやるじゃん。ジョルジュなさあここで問題でございます。このルイ・ヴィトンの定番の柄であるダミエですが、こちらは何をモチーフに作られたのでしょうか？チェスの番です。すごい先読みしてきたね。どうですか？合ってますか？1、チェス盤。優しく4択持ってきてるから。2、チェッカーフラッグ。ゴールのね。3、市松模様。4、フランス王室のタイル。何それ？皆さん自信満々チェス盤って言ってたけど、多分2023年で一番かっこよかったシーンだと思う。4択出される前に言っちゃう。1択をね。じゃあ正解は3番の炭治郎で。正解です。
嘘当たっちゃったんだよ。なんだよ当てるなよいやまあ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 、はい、実は有名なダミエ、あれ市松模様がモチーフの一つとして、市松模様って日本のです。あれですよね、はい、それこそ鬼滅の刃のさ、そう炭治郎が着てる、鎌田炭治郎が着てるチェック、あれです。私炭治郎って言いたかっただけなんですけど、当たっちゃいましたね。じゃあ急遽2問目いくわ。マジで市松模様をモチーフにしたダミエ、大ヒットしました、はい、コピー防止のために。でも簡単なの、格子模様だからなんだかんだ、ね、ぶっちゃけいけちゃう、コピーされましたまた。じゃあそこで生み出された職人たち執念のデザインがあります。はい、それは何でしょうか。これ大正解です。こちらでございます。うわー、やったー。はい、こちらが最初にも言ったモノグラムっていう、今ヴィトンで一番、ルイ・ヴィトンといえばこのマークですね。そう、こっちのイメージの方が私は強いかもしれない。こちらですが、はい、急遽2問目です。面白くないので。面白くないので妻のさラッキーパンチにさヘイト集めちゃったよこちらのモノグラムですが、何をモチーフに作られてるでしょうか。はい、1、エジプトの壁画。おー。2、日本の家紋。あ、家紋。3、ベルギーの地図記号。4、フランスの国歌。国歌？国の花と書いて。はい、待って、でもさ、最初がさ市松模様だったから、はい、なるほどね。いやでも他国のこういい文化を取り入れるっていうのを多分ガンガンやってたのかもしれないなと思って。なるほどね。でかつちょっとこう人が考えなさそうなところを攻めるとすると、なるほど、ベルギーの地図記号。さやさん、はい、いいよ、ほら握手の準備してやる。おいでおいで不正解です。うわ死ぬほど悪い顔死ぬほど悪い顔してた今マジで。はい、なんとびっくり、日本の家紋です。これも日本なの？そうなんです、ということで、ルイ・ヴィトンの今一番印象的なデザインのダミエも、モノグラムも、どちらも日本からインスピレーションを受けている。それなぜかというと、その当時ジャポニスムって聞いたことないですか？あー、聞いたことある、日本文化があれやべえぞ、東洋みたいなアートちょっとやばくね、いけてねっていう流れがジャポニスムだったんですよ。葛飾たまらんまあ浮世絵ね、1878年のバンコク博覧会っていうところに出てきてて、それ日本がね。でその時にマネとかモネとかもうゴッホね、今、芸術家がもう虜となっちまった。歌川広重到底ってなってたわけだそれかどうかわからんけど、でもそうよね。とにかくルイ・ヴィトンと日本って、そういうつながりがあるんですね。あ、そうだね。そう、グッチの時もさ、ほらそう、竹のね、バンブーですね。グッチの機器を作ったのは実は日本の竹だったっていう。日本の竹だったとかね。意外と今世界で幅を利かせてるトップのハイブランドに日本の血が通ってるってちょっと嬉しい。あ、ちょっと嬉しいね。まあ僕たちも全然関係ないことなんですけど、嬉しい出来事でしたと。皆さんどうですか？ルイ・ヴィトンについてだいぶ賢くなったんじゃない？ちなみに日本で一番最初にルイ・ヴィトンを購入したと言われてるのは板垣大輔。あ、そうなの？タイちゃん？タイちゃんだったんだ。10年前ぐらいから会ってないです。幼馴染みたいな言い方するの家の裏に住んでたんじゃねえんだから。はい、てなわけでありがとうございます。まあでもじゃあなんで高価かっていうと、とにかく質が良い。だから人気が出た。で今日までも質が良いっていうのもあって、絵の具を出してしまったらなぜか21万とちょっと歴史を知ったところでより緊張するんですけども、それではこれでちょっとだいぶお待たせしてしまいました。大変お待たせいたしました。こちらでお絵描きしていこうと思います。パート2、さっきも言ったけど。いやではまずは開封といきましょうか。厳かに。これあ、そうなってる。こういう感じですね。どうなってんだそんで。継ぎ目を。あ、こっちか。こっちかい。まさかのスライド。多分ですね、まあグッチの時もそうだったんですけど、一旦予想ね、多分俺今4万ぐらい引いた。今4万持って今4万ぐらい持ってった気がする今これで。でも色は結構ねえ、綺麗だよね、すごい万能なカラーが入ってるような気がするんですけど、私はね、普段ねこう絵描く時ってアナログで、しかも水彩絵の具をねメインで使うんですけど、数々水彩絵の具を買ってきましたけど、一番高いねんな。
今まで使う中でとりあえず1本単価は一番高いと、どんな感じで伸びてくれるのか、水彩絵の具のこの感じをね、とりあえずこうちょっと分かりやすいように赤からやってみましょうか。それでは実験の被害者となるもう本当にお前 2.2 万1本のやつで塗られるんっていう顔してるサイさんですね怯えてますね。怯えてますね。ちょっとさすがにね不安なんでしょうね。何ってね、これは22万の価値のあるものだし、真島先生にいただいてることによって未知数の価値がついていやそうなのよ。ってるのでプレッシャーがすごいですね。それではテイスティングさせていただきます。いくよ。怖い。マジ怖い。泣きそう。どうしよう。どうなんですかね。これちなみに紙はこちらウォーターフォードという種類の紙をちょこちょこさえも使ってるやつですね。そうですね。でもすごい綺麗な感じに。すごい綺麗ですよ。めちゃくちゃ綺麗だけどね。めっちゃいいけど。めっちゃいいけど。でもなんで髪の毛測るんですかね、さやさん。パンクですね。テンパっちゃいました。服じゃねえんだと思ってた。服じゃねえんだ。私も確かに。なんかさ、結構さ、粒子がさ、粗い系とかもあるわけですよ。やっぱなんか100均のとか、特になんか100均のと比べるのはなんかまた違うんだけど。まあもちろんね。極端なこと言うと100均って結構こう粉っぽく残っちゃったりとかするんだけど、すごくもう発色もいいし、すごく綺麗ににじむし。でもこれ正直さ、グッチの色鉛筆ってまあ普通だなってぐらいだったよね。そう、これは案外もしかしてビトンはあれですか？発色はいいですか？発色がいいですね。なんかさやさんがぬるっと鮮やかなさやさんが誕生しましたけど、髪の毛のあたり綺麗だね。ねえ、混ざった時もすごい綺麗だし、こうわざとちょっとね模様っぽく残してみたりとかするんだけど、そういうのも全然綺麗にできるし。これはもしかしてルイ・ヴィトン、中身もルイ・ヴィトンかもしれんっていうことですね。ね、かもしれない。じゃあそれではちょっとこのさやさんだけではねまだあれなので、ちょっとお互い書いてみますか。書いてみましょうか。イラスト作ってみましょう。行ってみましょう。さあではですね、もう早速これで楽しく絵を描いてみようじゃないかと思います。それではだいたい1時間目安でいきましょう。参りましょう。スタート。でもね、僕はね毎回なんかさ、久々だな水彩って思いながら、なんかって思いながらいつも終えてしまうんだけど死にかけた消しゴム、バラの香りを添えんなよ死にかけてる消しゴム何がしてんの。なんかこうハイブランド系のモデルさんってなんかこう頭になんかいろいろかぶってるイメージ。なんか頭巾みたいな。そうそれ描きたいな。なるほどね。こっからどうしていくべきか。どうしちゃったんですか先生。わかるねじゃあ塗り始めちゃうわよ。1時間の制限時間なんか何の意味もなかったのに残り半分なので、多分超えますねこれでも水彩初心者よこっちは。いやもう本当よ。何度も本当よじゃないのよ。あなたはどちらかというと水彩画でしょ。ちょっとやめて、ちょっと大きな声で言わないで。夏目さんちの水彩画担当さやさんが描いてくれるんだもんな。やめてくださいよ。だってゲンさんだってそんなこと言って夏目さんちの給食係じゃないですか。任せろよ俺給食任せろ。ダマ入った美味しい麻婆豆腐作ってやるから大量生産特有のダマの入った片栗粉の、好きなんだあれ好きねいやでもやっぱりめっちゃピンク綺麗よ。ほら見て、このおピンク様を見て。本当だ、すごいいい感じに。そうすごく綺麗よ。とりあえず今ね水彩画らしからぬ濃い色でどんどん入れてるんですけど後ろ。いやもういいでしょう。水彩画らしいとは何なのかっていうのところもあると思うんです。そうよ。ゲンさんがゲンさんらしくあればいいんだよ。かっこいいこと言うじゃん。でしょ。褒めた今。まあむにゃむにゃした感じ出したいもん。むにゃむにゃした感じ出したいって思うあたりやっぱりさやが水彩が好きなんだろうなと思う。結構パキッとさしちゃいたくなっちゃうからさ、なんか水彩画の良さ殺してる気がするんだよな。いやでも違う、難しい。なんか出したいなって思う時と、これ違う、こうじゃないんだよなんてみたいな時があるから、難しいな。私って複雑なの。分かろうとしないで。ごめんね悪かった。たやすくやめて。私に教科書なんてないの。ラララララララダーン。なんで今ゲームオーバーになってるゴリラ。一匹のゴリラが今落ちた音したよ。ドンキーコング2よりトンボ踏んだ時に死ぬやつ。ラララララララ
死んだ明確に死んだよ。軽快に飛んでいくも3匹目のトンボにやられるドンキで死ぬ。なんかさ鳴き声でさちょっと思い出したんだけどさ、真島先生全然関係ないんですけど、真島先生のねお食事行った時に、帰りにおトイレ寄ったんですよ。そう雪がけのねお店にちょっとおトイレを借りして行ったんですけど、その時にさほらこう座ったらウォシュレットのとこに流水音って書いてあったから、乙姫みたいなやつね。そう押してみたの、ここにあるのねと思って押してみたらなんか音しなくて、で顔上げたら横にね乙姫があったのよ。これがあったからこれ鳴られんだと思って、私は息を言うと乙姫に手をかざしたわけですよ。でも音が鳴らないの。乙姫なのに。そう乙姫なのに音鳴らなくて。姫だったんだ。そうじゃあもうここはもう音出ないとこなのかな。壊れちゃったのかな。壊れちゃったってとこなのかなとか思ったの。そしたらさ、乙姫からにね、よーく耳を澄ましてみるとね、なんかちっちゃい音が鳴ってるの。サラパッポって聞こえる。ハトーそのハトのさ元気のなさに本当に笑いそうになってしまって、なんかほら乙姫ってなんかチラ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 ピョ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 、そうねでさ鳥の声とか聞こえるじゃない。もっとね。そうでもあそこのハトもしかしたらもうダメかもしれない。そう絶対動画でいいよって思ったもん。嫌だな YouTuber ってネタにしようとするさ。なんかさ毎回思うの俺結構悪い人間だからさ、よしさやのこと泣かそうって思いながら書き始めるんだけど、いや気持ちの問題ね。やっぱりやる気出さないといけない。まあ確かにそうずっとね水彩画やってるさやさんが地団駄踏むような絵を描いてやろうって思って毎回始めるんだけど、結果いつも僕が地団駄踏むっていう。悪い。でも出だし悪い。いや着地いいから。着地良かった。それいい方なんだ。さっきさ気づいたんだけどさ、ルイ・ヴィトンのバッグでさ白地にさこのモノグラム、なんかこういろんなカラーのさモノグラムが書かれてるバッグのデザインってあるじゃない。ありますね。その子たちの色なんじゃなかろうかなって思ってんだけど。確かにそう言われてみると。そうこれってもしかして名探偵なんじゃない。結構気づいちゃったさやさん。気づいちゃった。でも絶対そうな気がするな。黄色のさチョイスもさ底抜け明るい黄色ちゃんなんだよね。底抜けに明るい人って絶対に何かあった人だから。なんでそういう急に嫌な話になる。まずい。これ絶対に1時間になんかじゃ4分だと信じられない。はい、あと4分なんてことは終わるわけがないと。はい終わりました。今リセットされましたね。リセットされてもう無限タイムが始まったんですけどということでねガンガン塗っていきたいと思うんですが、すっごいいい色ですね。いやそう発色が良くて、なんか水彩ってね結構こう塗ってみるとさ、こう淡くなっていくイメージなんだけど、なんかもう割とパキッと乗るっていうのが感動した。なんかカラーインクみたいな感じですね。色味の感じはそうすごいね塗ってて楽しい感じでしたが、楽しかったけど、さやさんこれ何書いてるんだろうね。なんかもう秩序がないよな。秩序ない。可愛いんだけど。いや私もなんか自分で書いてて秩序ないなってなったもん。僕の方も別に秩序あるわけじゃないんだけど、いつもの通りメカっぽい女の子ではありつつ、可愛い。ちょっとおしゃれというか、ルイ・ヴィトンなんで、ちょっとなんかシャナリ感というか。シャナリ感。でちょっとメイクもしてあげてね、いつもの闇の子よりは。いやそれめちゃめちゃ血色いいよって。唇も目元もなんかちゃんと血通ってる感じするもんね。人間がファッションメカしてる感じですね。どっちかというとそんな感じ。ほらビータトマトだよ。トマト抜きでお願いします。そうするとレタスサンドになります。レタスサンドになる。そしてねこのねいい感じの緑。いやねこの緑がいい色だった。そういやね、とりあえずねさやさん全色使うことを目指してみたんですけど、やっぱね全部ね発色良かった。よかったですね。そしてなんかここで色鉛筆を使ってるんですが、この色鉛筆非常に高いものです。いやそうですよ、やばいですよ。そして最後ポスカで仕上げ入れてゴージャスフィニッシュ。はいということで終わりました。すげえ時間かかりました。1時間半ぐらい書いちゃったちゃんと。ということでいただいたルイ・ヴィトンの絵の具で描いたイラストこちらです。せーのドン。いやいいんじゃないですか。めちゃくちゃいい絵の具じゃないこれ。っていうかねびっくりするぐらい発色がいいっていうか。そうさやが言ってたけどなんかもうカラーインクに近いぐらいなんかビビッとな発色がいい絵の具でした。なんかねパッと見カラーインクなんじゃないかなっていうぐらいパキッとした結構色が出るイメージ。いやでも本当に僕が好きな
ビビット系こがの子めっちゃ可愛い。ありがとうございます。色の組み合わせも天才です。ありがとうございます。すげえ褒めてくれるんじゃん。はい、いやさすがゲンさんですね。もうさやさんを泣かそうって言ってたけども、さやさんもう前が見えないぐらい泣きながらやめて書いてたよ。よ。どういうこと？いやでも本当ね、久々のなんかこうさ、やるたびなんだけど、水彩久々すぎて、もうなんか顔のやつがさ、ジュワってなって、ジュワって永遠にこう。ティッシュでこすり続けるっていう、まあこれは僕は普段のメカの子よりはメカじゃない感じです。普通の女の子が結構メカメカしいものをかぶらされてるぐらいの感じですね、イメージは。かわいい。てかなんかね、この黄緑、これがすごいね、このいい感じのアクセントになりまして。さやさんはね、MVP こう青です。こっちのね、これね。でもそう、さやのこの頭巾の色が、これはなんか眠くても何にもやりたくない時に、なんか変な帽子かぶらされて、朝ごはん食いてえなって言ってる男の子。全然わかんないけどめっちゃいいじゃん。私もなんか途中でなんか、これなんだ何を書いてるんだこれは。炭治郎でしょ。そうなんかさっきとゲンさんに一泡吹かせられたので、ちょっとなんかこの柄も入れたいなと思ったんだけど、なんかそしたらなんかビトンの色ではないんだね。炭治郎な。そう炭治郎なの。そしてそしてね、ちょっとね、ちらっと今ね、色鉛筆映ってると思うんだけど、実はせっかくなのでハイブランドコラボしました。そうですね、こちらはね、先ほどからお話に出ている、前回僕たちがね購入したこのグッチの色鉛筆を結構この水彩の仕上げとかに色鉛筆って使えるんですけど、そこにちょっと今回はこのビトンの絵の具になってグッチの色鉛筆で仕上げて、つまりここには総額約32万円のデザインがある。えぐい怖い。なんて怖いお絵描きなんでしょう。いやなんか怖すぎてさ、なんかさ、絞ってないんだよね。なんかちょんなんかうってこうってやってとチュンってそうパレットにつけるみたいなさ、それで十分塗れるぐらいでしたね。いやそうね、鷲見先生、本当この度はありがとうございました。よくわからないサンドイッチの絵を描いてしまいましたけれども、ということで、ぜひビトンの絵の具を買ってくださいとやっぱり言えないな。今回に関しては僕たち買ってすらいないので、より言えないな。ちょっと誰かこの絵にタイトルつけて。なんで私ここにちょんまげ生やしたの？殿の群れが生えてきたんじゃない？殿の群れが。ここでまさかの伏線回収した。